JS キャスト鋳造欠陥予測シリーズナンバー7。金型、傾斜鋳造プロセスにおける集合管部品の解析事例をご紹介させていただきます。本資料の目次です。主に、湯流れ解析結果と、凝固解析結果を、この順に、ご説明させていただきます。解析対象部品の概要についてご説明させていただきます。鋳物材質は AC4C、金型は SKD61、図中の赤色部分の製品重量は 0.75kg です。製品内部には中子があり、また上部には上がり剣、押し湯があります。そして、水色部分の湯だまりより、650度の溶灯が経動して製品内に流入する設定をしています。傾斜鋳造における、傾斜時間と傾斜角度の設定画面です。今回のモデルでは、初期角度のマイナス5度の位置より、まず、5秒間かけて45度経動します。2秒間停止後、さらに8秒間かけて45度経動させて鋳込みます。これより、湯流れ解析結果をご説明させていただきます。傾斜鋳造の主なタイミングにおける、湯流れ温度分布です。左上は、経動スタート時点です。右上は、45度の傾斜後。左下は、2秒間の経動停止で、最後に右下の経動完了という結果となりました。右下の製品表面が、青色になっていることから、金型からの冷却を受けていることがわかります。湯流れ解析結果の温度分布表示です。縦湯口付近のオレンジ色部分は高温で、製品内に薄くある青色部分は低温領域を表しています。濃い紫色部分は、充填過程において、固装線温度より低下した領域を表しています。それでは、動画を再生します。こちらも、湯流れ温度分布表示です。薄い紫色部分は未充填領域を表していて、経動直前では法案全体がこの薄い紫色の状態となっています。経動開始からの未充填領域と低温領域の変化を確認することができます。それでは、動画を再生します。傾斜鋳造の特徴の一つに、金型内部の空気を経動とともに排出することが挙げられます。ここでは、経動時間3秒後から 4.5 秒後における未充填領域を表示しています。この未充填領域が残っている領域には、ガス巻き込みや湯回り不良の発生が予測されます。これより、凝固解析結果をご説明させていただきます。製品と押し湯、湯道を含めた凝固過程で、表示している領域は未凝固を表しています。この未凝固部は押し湯や湯道内部では特に問題ありませんが、製品にかかっている場合は非欠の発生が予測されます。それでは、動画を再生します。当凝固時間曲線の断面表示です。積と製品の接続部分周辺の等高線を表示しています。ここで、注目するポイントは、矢印でも示した位置にある断面表示内のヘイループです。この矢印位置は、凝固時間が周囲よりも長く、オレンジ色になっていて、かつ、ヘイループになっていることから、非欠が発生する可能性が高いと予測されます。それでは、断面スキャンを再生します。この G/R 断面表示も、非欠を予測する代表的なパラメータの一つです。G は温度勾配、R は冷却速度です。G/R 表示は、ある式値以下に絞り込み、非欠予測するところが特徴的です。図の太い矢印位置は、
全ページの当凝固時間曲線の非消予測位置と共通していることから、非消の発生する可能性は高いと考えられます。それでは、断面スキャンを再生します。その他、解析計算の情報についてご説明させていただきます。今回の解析で使用しました製品と金型の主要な熱物性値です。傾斜鋳造プロセスでは、湯だまり部分の温度と圧力を設定します。自由表面境界を選択して、通常圧力は 0.0kPa にします。混合要素と傾斜鋳造オプションを考慮させて、総要素数が1000万要素程度であれば、高速モジュールを利用することで、湯流れ解析が6分8秒、凝固解析が40秒で終了させることができます。本資料について、ご不明な点やご質問がございましたら、JSCast 専用メールアドレスまでご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。